ご神君。一つ、食物は皆人の命のために天地の神の作り与えたものぞ。食物はすべて命を支えるエネルギーとしての賜り物であるから、御食物としていただくべきで、例えば神前に備えられるものが仏前には備えられない、魚介類といったような思想は人間がもたらした偏見である。人間がもたらした偏見であると教えてくださいます。人間、私どもの中に様々な偏見というのでしょうか。それは思い違い、考え違いがあると思います。それを師匠は巡りと教えてくださいます。いわゆる巡りと言いますと、何かその仏教の方でいうような因縁であったり何であったりといったような感じがいたしますけれども、師匠は巡りとは思い違い、考え違いだと。今日の身ご理解にあります偏見といったようなものと相通ずるものではないでしょうかね。私どもの思い違い、考え違い、それが巡りなのだと。いわばそれは神様の目からご覧になって、その正しいことというのでしょうか。それを私どもが人間の考え、人間の常識観念で正しいとか正しくないとか思いますけれども、そうではなく、神様の目からご覧になって正しいとか正しくないとか、その人間の常識観念で測るのではなく、神様の目からご覧になって、果たしてそれがいいことなのか悪いことなのかということなのですね。その泥棒さんというのがありますが、人間世界では許されないことです。しかし神様の世界から見ると、 A の場所を B の場所に移したというだけのことだから、それほど咎めることでもないといったようなご理解がありますね。しかし人間の社会では許されないことですから、やはりそれは人間社会として守るべきことです。しかし神様の目からご覧になっては大して問題ではないということもありますね。今朝新中記念の時にいただきますのは、こんなのは初めてでしたけれども、ある方のお名前をいただくのですけれども、さあどういうことだろうかと、何かこの方にまあ言ってみれば悪いことが起こるのだろうか、大変なことが起こるのだろうか、だから神様が祈れとおっしゃっておられるのだろうかとも思いました。ですからやはり祈らせていただきます。特別に祈らせていただきました。そしてまた次にいただきますのは、ちくわというのでしょうか、あるいはソーセージというのでしょうか、ああいう長い丸いものがありますね。それを輪切りにするわけですけれども、普通に直角に輪切りにしたものと斜めに切るのがありますね。斜めに切ると広いですね。ただ輪切りにすると小さいですね。ところが
斜めに切ると大きくなる。同じ一本のソーセージならソーセージでも、ただ輪切りにするのと斜めに切るのとではその大きさが違ってきます。その模様をいただくのですけれども、さあどういうことだろうかと思わせていただくのですね。そして思いますのは、人のことを祈れる。これはやはり人間だけなのではないだろうかと。しかも私どもはこのお道にご縁をいただいている。だから天地金の神様という祈る方があるわけですね。その祈る方にご縁をいただいている。そしてその方に祈ることができる。まあこれはなんと幸せなことではないだろうかと思うのですね。祈っても誰に祈ってよいのかわからない、縁のない人たちはただ漠然と祈るということであって、誰かに祈るということがないわけですから、私どもは祈る対象、祈るお方があるわけですから、そしてその祈りをまた聞いてくださる、そういうことを思わせていただきながら、その先ほどのソーセージをただ輪切りにする、斜めに切る、同じソーセージでも切りようによっては小さくもなる、大きくもなる。これはいわば私どもの心次第だと。私どもの心次第で、その心の切り方というのでしょうか、心次第で小さくもなれば大きくもなるということだなと思わせていただいております。いわば私どもの心のありよう次第で、神様のお働きも小さくもなれば大きくもなる。そしてそれはそういう私どもの祈りというのでしょうか、その祈りを神様が聞いてくださる。その私どもの祈りの仕方というのでしょうか、祈りを祈る私どもの心根、その心根次第では神様も小さく働いてくださったり、大きく働いてくださったりする。どうでもその神様に大きく働いてくださるような、神様に通ずる祈りというものを持たせていただきたいものですね。神様に祈りを聞いてもらう。その前に私どもが神様の願いを聞かせていただくということがいるのではないでしょうかね。神様の思いを聞かせていただく。そこに初めて私どもが聞くところに、神様も一層私どもの祈りを聞いてくださることになる。まずは神様の思いを聞かせていただく。それが成り行きを尊び大切にするということだと。その成り行きを尊び大切にする神様のお心を聞かせていただく。そして今度は神様の方が私どもの祈りをより一層聞いてくださるようになるということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。